レイム、ランエボやインプレッサより前に、WRC で世界一になった日本車があったの知ってるか？あの2台より前に。1990年、日本車が初めて世界ラリーの頂点に立った、その車が、トヨタセリカ GT4 だ。トヨタが世界を取った日があったの？そうだ、まさにトヨタが世界を取った日だ。しかも乗ってたのは、スペイン人で史上初の世界王者だぜ。スペイン人で初、それは歴史的瞬間だね。あれは1990年の秋、雨に濡れたイギリスの森を、一台の白いセリカが泥を蹴って駆け抜けていた。なんだか映画のワンシーンみたいだね。しかもこの初代 GT4、世界一に輝いた伝説なのに、ランエボやインプほどは知られてない隠れた存在なんだ。そんな大事な一台が、それは聞かなきゃだね。今日はそのセリカ、WRC で戦った初代 GT4、型式 ST165 の物語を語るぜ。GT4、名前からして強そうだね。結論から言うと、この車がすごい理由は3つある。3つ、気になるね。1つ目がトヨタ初の本格 4WD ターボ、2つ目がスペイン人初の世界王者を生んだこと、3つ目が後の伝説 GT4 の原点だ。ふむふむ、最初から最後まで聞きたいやつだ。それとな、この GT4 の物語は壮大で、今日から3回に分けてお届けする3部作なんだ。3部作、気合入ってるね。今回が誕生編の初代 ST165、次が黄金期の ST185、最後が終焉編の ST205 だぜ。3世代丸ごとの物語なんだ、全部見なきゃ。ちなみにこのセリカ、あの名作アーケードゲーム、セガラリーの主役でもあるんだぜ。セガラリー、ゲーセンで遊んだ人多そう。まずはこのセリカがどんな生い立ちか、誕生の歴史からじっくり見ていこう。頼んだ、マリサ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそもセリカっていつからある車なの？いい質問だな。セリカの誕生は1970年。型式は A20K、今から50年以上前のことだ。50年、想像以上に歴史が長いんだね。初代はぷっくりした見た目から、ダルマセリカって呼ばれて愛されたんだ。ダルマ、確かに丸っこくて可愛い響きだね。このダルマがな、国産で初めての本格スペシャリティカーって言われてる。スペシャリティカーって何のこと？レースカーじゃないけど、かっこいい見た目とスポーティな走りを気軽に楽しめる車のことだ。おしゃれでスポーティ、今でいうデートカーみたいな。まさにそれだレイム、これが大ヒットして、初代だけでなんと41万台も売れたんだぜ。41万台、とんでもない人気だったんだ。初代の目玉がフルチョイスシステムだ。エンジンも内装も自分好みに選べて、組み合わせはなんと2000万通りもあった。2000万通り、自分だけの1台が作れるんだ。そのフルチョイスとは別格の特別なグレードが、スポーツ版の 1600GT だ。へえ、GT だけは特別扱いだったんだ。1600GT には、ヤマハが組んだ 2TG って名エンジンを積んでてな、1.6 リッターのツインカムで115馬力だ。ツインカム、当時はすごいエンジンだったの。ああ、しかもこの 2TG、あの86の先祖、T71 のレビントレノにも積まれてた、名機なんだぜ。86のご先祖様、セリカと血が繋がってたんだ。1977年には2代目の A40K に進化してな、この世代から、セリカ WX っていう兄貴分が生まれたんだ。WX、バツバツって読むの。WX だな、6気筒の大きなエンジンを積んだ上級モデルで、これが後に独立して、あのスープラになるんだ。スープラってセリカから生まれたの？そういうことだ、セリカは日本のスポーツカーのお母さんみたいな存在なんだぜ。知らなかった、すごい血筋だね。この2代目には強気なキャッチコピーもあってな、名ばかりの GT たちは、道を開けるだ。うわ、挑発的、誰に向けて言ってたの？ツインカムを積むセリカが、シングルカムしかなかった日産スカイライン、通称ジャパンに喧嘩を売ったんだ。メーカー同士でバチバチだったんだね。続く3代目は A60 型、コピーは世界、新セリカで、ツインカムターボも加わって世界を意識していった。名前にも自信が溢れてるね。ちなみにセリカって名前は、スペイン語で天井の、神々しいって意味の言葉から取られてるんだ。天井の、スケールの大きい名前だね。そして1985年、4代目セリカで大事件が起きる。次はその大事件の話だ。大事件、何があったの？続けて続けて。なんと4代目の T160 型で、駆動方式が後輪駆動から FF、前輪駆動になっちまったんだ。
スポーツカーなのに FF に、なんでまた。理由はな、兄弟車のカリーナやコロナと部品を分け合うためだ。当時トヨタは主力車を次々 FF にしてた。時代の流れで FF になったんだね。見た目も一新してな、有面系、発見猿ってコピーで、ぬるっと滑らかな曲線ボディになった。有面系、未来的な響きだね。ところがその FF セリカをベースに、とんでもない怪物が生まれる。きっかけはラリーだ。ラリーがきっかけなんだ。実はセリカとラリーの付き合いは古くてな、2代目の RA40 型も、1978年から WRC に挑んでた。GT4 より前から、走ってたんだね。そうだ、ただ当時はまだ 2WD で、頂点には届かなかった。そして1980年代の前半はグループ B っていう、500馬力級の超過激なラリーカーの時代だった。500馬力、それは、速すぎて怖いね。実際、速すぎて事故も相次いでな、そこで1987年から、もっと市販車に近いグループ A が最高峰になったんだ。安全のためにルールが変わったんだね。そうだ、しかもグループ A で戦うには、ベースの市販車をたくさん売らなきゃいけない。レース専用じゃダメってことか。その通り、だから各社が速い市販車を競って作った。そこでトヨタが本気で投入したのが GT4 だ。いよいよ主役の登場だね。1986年10月、東京モーターショーで初代 GT4、ST165 がお披露目された。ついに本命だね。ここでトヨタは大きな賭けに出た。ラリーで勝つために、4WD ターボにこだわったんだ。でもなんでそこまで 4WD ターボにこだわったの？ラリーは雪道も砂利道も走る、4WD で4輪を駆動した方が、圧倒的に速かったからだ。アクロだと4輪駆動が強いんだね。ところがトヨタは 4WD では後発でな、ライバルに追いつくため、欧州で必死に技術を磨いたんだ。後発から世界一まで上り詰めたんだ、熱いね。その開発の中心が、キティ、トヨタチームヨーロッパっていうドイツのラリー専門部隊だ。わざわざヨーロッパに拠点があったんだ。ボスはオベ・アンダーソンっていう元ラリードライバーでな、ゼロからトヨタのラリーを世界レベルに育てた立役者だ。自分も走ってた人が率いたんだね。しかもグループ A の規則で、12ヶ月で5000台も売る必要があった。だから GT4 は街でも買える本物の市販車として作られたんだ。レースと市販が実好きなのが面白いね。この GT4、実は映画でも大スターでな、私をスキーに連れてってって作品に出たんだ。映画にも、どんな効果があったの？これが大ヒットして、雪山に似合うデートカーとして若者の憧れになった。スキー場に白いセリカが溢れたんだぜ。映画でモテ車になったんだ、すごい影響力。ちなみにこの4代目は、ライトが格納式のリトラクタブルでな、パカッと開く顔も人気だった。リトラクタブル、あのギミック大好き。さて次は、その中身がどれだけすごいか、スペックを見ていこう。待ってました。さっき初代の名機 2TG の話をしたよな。時代は進んで、GT4 の心臓は 3SGTE 型に進化した。自然吸気のツインカムから、どう変わったの？ターボ時代に合わせて、直列4気筒2リッターにターボをつけた新世代エンジンだ。排気量は 1998cc だぜ。パワーを稼ぐためにターボにしたんだね。最高出力は約185馬力、最大トルクは 25.4 キロ、今の基準だと控えめに聞こえるかもな。あれ、意外と普通の数字なんだね。ところがどっこい、このパワーをフルタイム 4WD で4輪すべてに伝えるのが武器だったんだ。4つの車輪で地面を蹴るから速いんだね。前後の駆動力をうまく配分するセンターで振って仕組みも入っていて、これが安定した速さを生んだ。賢く4輪を使い分けてたんだね。車重は約1350キロ、0から100キロまでは約 7.7 秒、最高速は220キロに達した。30年以上前でそれは速いね。ボディはほぼ5ナンバーサイズの扱いやすい2ドアクーペで、見た目もすごく綺麗だったんだ。速くてかっこよくて、扱いやすいんだ。ここで一つ、覚えておいてほしい言葉がある。なになに？ラリーの世界ではな、ターボが吸い込む空気の量が制限されてるんだ。空気の量まで決まってるの？リストリクターって部品でな、みんな同じ条件で戦うための公平のルールだ。ズルができないようにしてるんだね。このリストリクターって言葉、ぜひ覚えておいてくれよ。3作目でとんでもない事件の鍵になるからな。なんだか意味深だね。
さて次は、知ってたらちょっと自慢できる豆知識だ。このエンジンには兄弟がいるんだぜ。兄弟、気になる。この 3SGTE エンジンは、セリカだけのものじゃないんだ。他の車にも積まれてたの。ミッドシップスポーツの MR2、型式 SW20 にも積まれてた、名エンジンとして長く愛されたんだ。兄弟みたいに同じ心臓を持ってたんだね。さあ、いよいよこのセリカが世界の頂点に立つ、WRC の戦いの話だ。本番だね、ワクワクする。ST165 は WRC で暴れ回った、グループ A 時代の、トヨタの主力マシンになったんだ。いよいよ戦いの始まりだね。当時の最強はヨーロッパ勢でな、そこにアジアのトヨタが本気で殴り込んだんだ。挑戦者として乗り込んだんだね。デビューは1988年、そして1989年、ラリーオーストラリアで記念すべき初優勝を飾る。ついに勝った、嬉しい瞬間だね。この時のドライバーは、ユア・カンクネンっていうフィンランドの名手だった。サインツじゃなかったんだ、意外。そうなんだ、そして翌1990年、いよいよサインツの年がやってくる。ここで主役の登場だね。ところでレイム、このサインツって名前、どこかで聞いた覚えはないか？もしかしてインプレッサ界に出てきた人？ご名答、インプレッサの回でサインツはすでに WRC で2回世界一って話したろ。その記念すべき1回目が、まさにこのセリカなんだ。スバルの前にトヨタで世界一になってたんだ。そういうことだ。そして今 F1 で走るカルロス・サインツの父ちゃんでもある、すべての始まりが、この ST165 ってわけだ。三部作がここで繋がった、鳥肌だね。サインツはこのセリカで、1年に4勝もする大活躍を見せた、ギリシャ、ニュージーランド、フィンランド、イギリスを次々制したんだ。世界中で勝ちまくったんだ、すごい。このシーズンは最後までチャンピオン争いがもつれてな、その第一番を制したのがセリカで、トヨタの長年の夢がついに叶ったんだ。努力が報われた瞬間だね、ジーンとくる。こうしてサインツは、スペイン人として史上、初の WRC 世界王者になった、日本車にとっても WRC 初のドライバーズ王座だ。歴史を変えた一台だったんだね。サインツはエルマタドール、つまり闘牛士って異名で呼ばれた。闘牛士、異名まであるなんてスターだね。とにかく几帳面でな、コースを細かく覚えて、無理せず確実に速い、職人みたいなドライバーだったんだ。派手さより堅実さで勝つタイプなんだね。さて、栄光があればライバルもいる、次は最大の敵の話だ。ライバル、気になる。最大の敵はイタリアのランチアデルタっていう車だ。ランチアデルタ、名前は聞いたことあるかも。当時の WRC を支配してた絶対王者でな、セリカはそこに挑む挑戦者だった。王者に立ち向かう立場だったんだね。さらに日本勢では、日産のパルサー GTIR も 4WD ターボで参戦してた。日本車同士でも競い合ってたんだ。そうだ、この頃はまだ三菱やスバルは本格参戦前、セリカは日本車 WRC 黄金期の先駆けだったんだぜ。後のランエボやインプの時代の前なんだね。その通り、セリカが切り開いた道を、後からランエボやインプレッサが追いかけることになる。日本車ラリー旋風の最初の一台なんだね。さて気になるのはお値段だ。次はこの ST165 が今いくらするか、投資の話をするぜ。お金の話か、興味あるね。このパターンはみんなもうお馴染みだろうから、今回はさらっといくぜ。ST165 も例に漏れず値上がり中だ。やっぱりそうなんだ。例の25年ルールでアメリカへの輸出も進んでる。弾数も少ないし、綺麗な一台は、早い者勝ちだと思っておけ。いつもの流れだね。欲しい人は急げってことか。さて次は、知ってたらどやれる豆知識コーナーだ。豆知識、大好物だよ。GT4 の4って何のことだと思う4気筒エンジンだから。惜しい、4は 4WD、4つの車輪を駆動するって意味だ。GT カーで 4WD、だから GT4 だ。なるほど、名前そのままだったんだ。それともう一つ、さっき話したセガラリーは、この GT4 が主役で世界中のゲーセンを沸かせたんだ。ゲームで初めて知った人も多そうだね。画面の中で砂利道を走らせて、ラリーに憧れた子供も多い、GT4 は一つの文化になったんだぜ。車がゲームの主役だなんて誇らしいね。しかもセリカは北米でもとんでもなく人気でな、若者の青春の車として愛されたんだ。海外でも憧れの車だったんだね。
実はこの北米での人気が、後のセリカの運命にも深く関わってくる。これも3作目のお楽しみだ。また伏線だ、気になるな。じゃあ正直な評判も話しておこう。まずは良い点からだ。聞かせて。良い点は、4WD のおかげで雨でも雪でも安定して速いこと、そして見た目がとにかくかっこいいことだ。オールマイテで、おまけにイケメンなんだ。しかも本格スポーツなのに普段使いもしやすい。これも嬉しいところだな。毎日乗れるスポーツカーって理想的だね。逆に悪い点は、古い車だから維持にお金がかかることと、部品がだんだん手に入りにくいことだ。やっぱり旧車は手がかかるんだね。そうだ、買うならきちんと整備された個体を選ぶこと、これが何より大事だぜ。安さだけで飛びつくと危ないんだね。でもそれを差し引いても、乗る価値のある名車だ。さて、ここでみんなに聞きたいことがある。なにトヨタの GT4 は、ランエボやインプレッサと並ぶ 4WD ターボとしてありだと思うか？密度萌えの勝負だね。GT4 もありか、やっぱりランエボインプか、コメントで教えてくれよな。みんなはどっち派かな、気になる。さて、ST165 は世界王者を生んだ。でもセリカ GT4 の本当の黄金期は、次の世代からなんだ。まだこの上があるの？次回は、GT4 の2代目、5代目セリカの ST185、トヨタが日本メーカーとして初めて、WRC の世界王座を総なめにする物語だ。日本車が世界の頂点を得るんだ、絶対見たい。サイエンスに加えて、カンクネン、オリオールっていう名ドライバーも続々登場するぜ。オールスターだ。それとな、GT4 といえばインプの555カラーみたいに、伝説の塗装がある、緑と白と赤のカストロールカラーだ。名前からしてレーシングって感じ。セリカがあの姿で暴れ回るのは、まさに次回からでな。これも楽しみにしててくれよ。楽しみが増えちゃった、絶対見るね。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったら、コメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。それじゃあ、また次回。またな。